こんにちは、はるです。今回は六角形の作り方をご紹介します。以前こちらのコースターの動画でも六角形の作り方を説明しましたが、今回は復習も兼ねて3段目まで作ってみましょう。出来上がったものはピアスやイヤリングとしても楽しめます。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。今回はピアス1組分の材料です。丸大ビーズ144個、ピアス金具2個、丸カン 0.8×5mm2 個、テグス3号70センチを2本。まずコースターの動画でも説明しましたが、この六角形モチーフをよく見ると、一つの輪がビーズ6個でできています。これを頭に入れておいてくださいね。今回は分かりやすいように工程ごとにビーズを色分けして説明します。まずテグスにビーズを6個通して、一番端のビーズで左右のテグスを交差させます。1段目はこれで終わりです。2段目からはこの6個のビーズを拾いながら編んでいきます。まず右のテグスにビーズを4個通して、新たなビーズ1つで交差します。これでビーズ6個の輪になっていますよね。次は左のテグスで隣のビーズを1つ拾います。これもまたビーズ6個の輪にするので、右のテグスにビーズを3個通したら、新たなビーズ1つで交差します。ビーズ6個の輪になってますよね。これをあと3回繰り返します。この段の最後は左のテグスで隣のビーズとさらにその左上のビーズを拾って、右のテグスにビーズを2個通して、新たなビーズ1つで交差します。これで2段目ができました。
3段目は左のテグスで隣のビーズを2個拾うパターンと1つ拾うパターンを繰り返していきます。まず最初は左のテグスで隣のビーズを2個拾うんですが、今テグスが出ているビーズを1つと数えますので、ここでは1つだけ拾います。そして右のテグスにビーズを3個通して新たなビーズ1つで交差します。ここもちゃんとビーズ6個の輪になっていますよね。次は左のテグスで隣のビーズを1つ拾います。右のテグスにビーズを3個通して新たなビーズ1つで交差します。次は左のテグスで隣のビーズを2つ拾うんでしたよね。そしてビーズ6個の輪にするには右のテグスにビーズを2個通して新たなビーズ1つで交差すればいいですよね。今度は左のテグスで隣のビーズを1つ拾うんでしたよね。そしてビーズ6個の輪にするには右のテグスにビーズを3個通して新たなビーズ1つで交差すればいいですね。このように左のテグスで拾うビーズの数、右のテグスに通すビーズの数に注意しながら繰り返し編んでいきます。最後は左のテグスで隣のビーズを1つ拾ったら右のテグスにビーズを3個通してこの段の編み始めの輪の右端にあるビーズを拾ってテグスを結びます。
周辺のビーズ3つから4つに通してテグスをカットします。これで六角形モチーフは完成です。少し形を整えてあげると六角形っぽくなります。今回はピアスにするので金具を取り付けます。丸カンを開いて一番上にあるビーズの穴に直接通します。そしてピアス金具を通して丸カンを閉じます。これで六角形ピアスの完成です。どうでしょう？ちょっと難しかったですかね。ポイントはまずすべてビーズ6個の輪で構成されているということ、そして3段目のビーズの拾う数に注意するということですね。3段目以降も作ってみたいという方は以前ご紹介したコースターの動画もぜひご覧ください。画面右上のリンクまたは概要欄のリンクからご覧になれます。